無課金ゴールドマスター20達成。じゃあスパルと申します。デカ盛り料理ウィーク、皆さんどのような結末となりましたでしょうか。目標が達成できたという方や素敵な出会いがあった方もいることと思いますし、惜しくも確率に振り回されてしまったという方もいることと思います。ひとまずみんな1週間お疲れ様でした。今回下振れちゃったよって方は確率どっかで収束するはずですので、ぜひボリューム2の開催を願いたいところですよね。イベント楽しかったぜ、またやってくれよなっていう声があれば、ぜひ運営さんに届けてほしいなと思います。X とかでも結構見てるんじゃないでしょうかね。どうだろう。ここのね、コメント欄も何かの間違いで見られているかもしれないので、ぜひコメント、グッドよろしくお願いいたします。ないか。チャンネルのコメントってね、私の一存でブロックできたりもするので、ある程度ね、恣意的な操作ができなくもないしね。やっぱ X なのかなと思わないでもないですね。作り手としてはね、良ければ高評価、悪ければバッド評価っていうのはどっちも嬉しいものなので、反応がもらえるっていうことがそもそも嬉しいことなので、ぜひつぶやいてみてほしいなと思います。いいも悪いもね。てなわけで前置き長くなっちゃったわけなんですけれども、冒頭でもお伝えしました通り、無課金初期税のパル、なんとかゴールドマスター20チャレンジ2アカウントともに達成することができましたので、その振り返りをやっていきたいなと思います。本当にデカ盛りボーナスの強いキャンペーンでした。それでは参ります。ということで、無課金パル、無事にゴールドマスター20を踏むことができました。いや、なんとかなった。最終結果、メインアカウント689万2472エナジー、サブアカウント694万2978エナジーで、無事両アカウントともゴールドマスター20達成となりました。いや、めちゃめちゃギリギリだったんですよね。最初からなんとなく分かってはいたんですが、日曜日の料理大成功次第でしたね。どちらのアカウントもいいキャンプチケットやお手伝いホイッスル、お手伝いブーストダメはなしで達成することができました。本当にデカ盛り様々でしたね。食材チケットは全部使ってて、枕を1、2個使ったはずです。もうちょっとね、記憶混同しちゃってるんですけど、1個ずつは使ったと思います。クレセリアイベントでゲットした枕が今回助けてくれていたかもしれません。そんなわけで、完全無課金でもデカ盛りの力を借りたらなんとかゴールドマスター20行くことができましたので、まずはメインアカウントから詳細の方をお話ししていこうかなと思います。メインアカウント、フィールドボーナス 75% のゴールド級発電所。準備していた食材はサラダとデザート2種類でした。で、結果料理ジャンルサラダになりました。スタート時点で負けん気サラダのレシピレベルは64でしたね。すぐに65カンストとなりました。エナジーの内訳は、木の実68万5667、料理620万6805で、合計689万2472となりまして、およそ668万エナジーのゴールドマスター20到達となりました。最終的に作った料理は、負けん気コーヒーサラダ20食、リンゴ酸ヨーグルトサラダ1食で、料理大成功は21食分の10回で、土曜日までで7回、日曜日に3食すべて大成功となりました。うち1食は 100% でしたけどね。日曜日の昼食時点でほぼ達成濃厚となったので、最後にリンゴ酸サラダ作ったよという感じでしたね。もともと目標としていたのが、この動画で語ってたんですけど、土曜日までに大成功8回、で、日曜日に2回の計10回、それで料理エナジー588万で木の実80万の668万を狙ってたんですが、一応似た形で推移したのかなとは思います。鍋容量が 1.6 倍になった影響も多少はあってか、特に日曜日の料理エナジーが想定しているよりもかなり大きかったので、これは想定不足でもあるんですけど、本当に日曜日の大成功2発で全てをまくったというような感じでした。1週間頑張ってくれたメンバーはこんな感じです。 ABB ボスゴドラ、 AB キテルグマ、 ABC 海流、 AA マスカーニャ、 AA ドクロッグ、 AB バリアード、 AA メタモン、デデンネサーナイトって感じでした。サラダはポテト200個、オイル100個ほどをメインに持ち込んでおりまして、基本的にコーヒーとミートはボスゴドラとキテルグマで全部賄って、オイルは海流の C 食材を、
そして寝ている間だったり、ヒーラーのサーナイトを相対させられそうな時はポテトを集めるなどして対応するつもりでした。が、すでにこの動画を見てくださった方ならご存知かと思うんですが、海流の C 食材、ピュアなオイルが結構下振れちゃいまして、ABC の C だけをお願いするのはやっぱりギャンブル性が高いなというのを実感しましたね。A 食材のハーブにめちゃめちゃ偏ってたので、それがオイルだったら楽させてもらえただろうなと思うんですけど、ここがうまくいかず、結局海流船降りろして、4日目くらいから食材カッツカツのドクログインという流れがあったりしました。海流がそのまま入り続けてたら、木の実エナジーも80万いってたかなと思います。ここはもうちょっとね、決断せざるを得なかったですね。作れないのが一番まずかったので。ちなみに AB キテルグマのミートも一瞬集まらなくてやばいシーンありましたね。今回のイベントは AA とか AAA がものすごくストレスフリーだったんじゃないかなとは思いました。で、結局土曜日までで大成功が跳ねることもなく、日曜日勝負になるだろうなってことで、土曜のお昼くらいからデデンネとスキルコピーの子たちに頑張ってもらって、日曜日朝に大成功確率 100% で、お昼が 86% まで上げることができて、それを大成功を決めてほぼほぼ勝負ありといったところでした。色違いのデデンネはスキルレベル1のままなんですけど、いてくれたおかげでバリアードがね、結構頑張ってくれました。メタモンも1回料理チャンス使ってくれてたかな。サーナイトはまあまあポンコツでしたね最終日料理の回復プラス5があるのに回復のお香を置いて寝ましたまあそんな感じでね、が欲しくなりつつ、なんとかゴールドマスター20到達となりましたね。今回負けん気サラダを作っていたので、リンゴ酸ヨーグルトサラダのレシピレベル上げができなかったんですけど、リンゴ酸が作れるとデデンネやサーナイトのリンゴが使えるようになるので、その2体を育成されている方とか、リンゴのライチュウがいる方とかは、いつかのゴールドマスター20チャレンジに向けてリンゴ酸育てておくとかなり楽になるんじゃないかなとは思いましたね。もしボリューム2がある場合、また最強レシピ更新されてそうではありますけどね。といったメインアカウントでした。続いてサブアカウントです。サブアカも準備していた食材はサラダとデザート2種類で、結果サラダになりました。どっちも一発で引けたので、そこは運が良かったですね。66%2 発ってどっちかが外す確率は 50% 以上あるはずですよね。命中率 30% の地割れも2回打ったら当たる確率 51% ありますもんね。そんな感じで無事狙いだったサラダを引くことができまして、サブアカのエナジーの内訳は、木の実87万8972、料理606万4006で、合計694万2978となりまして、メインアカウントと大体同じエナジーでゴールドマスター20到達となりました。サブアカはリンゴ酸サラダを作る余裕はなく、負けん気サラダ21食でフィニッシュしました。レシピレベルは最初から65カンストしてました。で、料理大成功は21食分の9回で、土曜日までで7回で、日曜日に2回なんとか決めて目標の料理エナジーまで到達したよといった感じでした。日曜日はね、大成功確率 60%、70% だったかな。朝成功してお昼外して、お昼から夜までで 10% しか増えてないっていうね、そんな感じではありましたけれども、サブアカはお手伝いホイッスルとか、なんかね、緊急時に使える何かを持ってなかったので、これ一発でも外してたらマスター20いけてませんでしたね。まあメインアカウントもそうなんですけど、メインアカウントはお昼 86% もあったので、なんとかなるやろうって思ってたんですけど、サブアカはマジで最後の1食で 70% が引けるかどうかの勝負になりましたね。これで 30% の方引いたら、一発じわれ食らったと思って諦めるしかないなと思ってました。本当にね、本家ポケモンのランクマッチの最終日の最上位帯とかで一発じわれでレートばっこり溶かすのとか、ほんとメンタルやられそうだなって強く思いましたね。それ強ポケの黒子さんとかも一撃技アンチになるよなって思いました。まあそういう理由じゃないかもしれないんですけどね。といった感じで、どっちのアカウントも日曜日までなんとか食らいついて、最終日の料理大成功になんとかしてもらうっていう形で、ギリギリのマスター20到達となりました。サブアカのメンバーはこんな感じでした。ABB ウツボット、ABB ボスゴドラ、AA ボスゴドラ、AB ラウドボーン、AB レントラー、そして AB スイ君、デデンネたち、ABA プクリンって感じでした。
サブアカはデザートの方が苦手だったので、そっちの食材をがっつり持ち込んでいて、サラダはオイル200個ほどを中心に持ち込んでました。ヒーラーのプクリンも1日10個ほどオイル集められるので、残りは主に寝ている間のレントラーだったりスイ君にお願いする余裕もありましたね。あとは大まかな流れはだいたいメインアカウントと一緒ですかね。サブアカウントの方が食材的な余裕が持てたので、メインアカウントでバリアードやメタモンだった枠がデデンネに置き換わっても大丈夫だったって感じでした。やっぱね、欲しくなっちゃうね。今回ね、結局日曜日大成功を出せるかどうかの勝負になりましたし、デデンネ2体目ありなのかもしれないね。どうだろうね。本当に判断むずい。誰か数学的な正解を教えてほしい。結果的にデカ盛りなら1体プラスアルファでゴールドマスター20まで来られたんですけど、安定感をやっぱぐっと高められそうだなとは思いましたね。日曜日大成功2発を現実的に戦略に組み込めそうだなと思ったので、ただ本来は鍋拡張をしなきゃいけないので、無課金で2体って日常的に入れる隙間はなさそうな気がするんですよね。ただ安定感向上要因としては非常に優秀だろうから、検討する価値はある気するんだよな。最大エナジーを伸ばすっていう方向より、より安定感を求める選択肢としてありなんじゃないかなって気がしますね。プレパス以上の課金をされている方であれば、一応月1ではキャンチ系もらえるかなと思うので、そういう時の安定感は劇的に高められそうですし、メインスキルの種も買いやすいっちゃ買いやすいので、大いにありなのかもなぁなんて思いました。ちょっとね、数学的な正解知りたいよね。チャット GPT 君と話してたらなんとかなるかね。前提をね、正確に伝えられる気がしないので、よろしくお願いします。ちょっと話それてしまいましたけれども、そんな感じで2アカウントともなんとかゴールドマスター20にたどり着くことができました。ということで、最後に総括というかまとめやっていきたいんですけれども、今回完全無課金でもゴールドマスター20いけたってことで、料理 1.5 倍があればある程度メンバーが揃っていて、最強レシピのレベルが65近くあって、フィールドボーナスも 75% 近くあって、いいキャンプチケットに相当するようなボーナスがあれば、一応いけるっぽいぞっていう結果だったのかなと思います。ただ、それでもまだパルのメンバーでは運の要素が大きかったので、チャレンジはできるって感じだったかなと思いますね。やっぱりそれに加えて、フィールド移動チケットで料理を一種狙い撃ちするとか、お手伝いブーストでもうちょっと食材を持ち込むとか、ヒーラーだったり木の実のポケモンの食材が使える料理を作るとか、今回はね、スプリングフェスからほとんど間が空いてなかったので、リンゴ酸サラダのレシピレベルを十分に上げられた状態で挑めた方ってあんまりいなかったんじゃないかなと思うんですけど、あとはそれこそデデンネ2体目とか、とか、そういった何か大きめの要素をもう一個でもプラスできたら結構安定感のあるゴールドマスター20チャレンジができるんじゃないかななんて思いました。なのでそれこそサマーフェスティバル、メザパシチューって負けん気サラダより1食1万エナジーくらいエナジー低いんですけど、料理固定なのでキャンチケ切ったらマスター20狙えるって方もそれなりにいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。もちろんね、私のチームって一つの例に過ぎないんですけど、挑戦する条件が整ってそうであれば、サマーフェスティバルも挑戦のチャンスに、数少ないチャンスになるかと思うので、ぜひやれそうな方はトライしてみてください。いやー、でも本当にいけたね。ラピスとはさ、全く難易度が違うじゃん。ラピスマスター20からプラス150万エナジーくらい稼がなきゃいけないから、なんかね、まだ実感がない。もう終わったけど。いや、いけんだみたいな。それだけデカ盛りはイベントボーナスがデカ盛り、コロ盛り、心盛り、木盛り、母子盛りだったね。またやってほしいね。アメブーストまであったもんね。何だったんだろうね、あのアメブーストね。言うて今年ってまたデカ盛りをやってくれないのであれば、料理系のキャンペーンってサマーフェスで終わりになっちゃうんじゃないかなと思うので、さっきね、デデンネの話したりとか、欲しいとか言ったけど、活躍のタイミングまた来年のバレンタインまで待たなきゃいけなくなる可能性もあるのかな。ぜひね、今年中にもう一度デカ盛り開催されることを切にお願いしたいなと思いますので、また11月とか12月とかにいかがでしょうか、運営さん。それをね、楽しみに待ちたいなと思います。
そんな無課金でもデカ盛りでゴールドマスター20に行けた話でした。今回ね、もっと上手に達成されてた方たくさんいらっしゃったように思うので、何かのね、一つの例として何かの参考になれば幸いかなと思います。ぜひ皆さんはどうだったか、サマーフェスでは何を狙いたいかとか、無課金でもデデンで2体育成してるよとか、何でもコメントを頂戴できますと幸いです。ボリューム2の開催期待しましょう。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもグッドの元気エールで応援してくださってる皆さんにゴールドマスター20いけたよっていう報告ができて、ひとまずとってもホッとしております。ちょっとね、ホッとしすぎて今日の朝ごはんあげ忘れちゃったんですけどこれぐらいの温度感で今後も続けてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。本当に応援ありがとうございます。それではサマーフェスティバルに向けてまた準備の日々に戻りましょう。今週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。